こんにちは。スティーブテキシ店のスティーブです。そして、スカイちゃんです。こんにちは。って、先日、自分のツールボックス、工具が入ってるツールボックスって日本語でも多分言うと思うんですけど、ツールボックスの中を見てたら、どのぐらい日本製、メイドインジャパンのツールがあるのか、ちょっと調べてみたら面白い結果になりました。今日それについてちょっとお話しさせていただきたいなと思っております。その前にチャンネル登録とこのかっこいい箱スカの T シャツと他のスティーブテキ店のグッズは steve'spov.jp と Amazon Japan でスティーブテキ店を検索していただければ出てきますので、かっこいいものいっぱいありますのでチェックしてね、よろしくお願いします。Made in Japan のもの、素晴らしいものいっぱいあります。アメリカ人として視聴者たちの、主に日本人として自分たちの国で昔に作られたもの、いつの間にか作られなくなってしまったものが多くないですか？アメリカはね、昔ね、ツールといえば Made in USA のツールが多かったんですよ。クラフトマンというブランドがもう Made in USA だったんですよね。SK とかハスキーとか有名な工具のブランドがいっぱい、テレビもあったし、車ももちろんあったし、今でもあるんだけれども、なくなった、もう作れなくなったものがいっぱいあります。その中の一つはツールですよね。日本もおそらくそうだと思いますが、昔日本で作られたツールいっぱいあったと思うんだけど、そのうちやっぱり中国とか、中国の前に台湾とか他の国に流れていってしまったのはアメリカと同じような流れなんですよね。しかし52歳のアメリカ人として久しぶりに自分のツールボックスの中を見たら、昔から本当に子供の時から40年以上、ひょっとしたら50年近く前から持っているツールの中で、今でも現役である、壊れない、新しいものを買ってもこれ以上のもののないメイドインジャパンのツールは意外といくつか出てきたのでお見せしたいと思います。ツールボックスの中調べたらこんなに出てきました。面白いのはね、本数とか数よりも昔から持ってるものが面白いんですよ。面白いストーリーもあります。で、自分は気づいたことないんだけど、これメイドインジャパンのものだったっていうのは今も見て、改めて、日本のツールの良さと、50年経っても100年経っても使えるツールだなっていうことが感じました。まずはですね、古いものから、これはジャパンのワイヤーストリッパーですよね。これはすごい古く、なんで使うのって見て思う人がいるんだけど、これは素晴らしいものですよ。新しいタイプは何本もおすすめで、これが一番いいやつって呼ばれてるやつにこれが勝ちます。シンプルな仕組み、このダイル式のサイズのゲージをここで変えられる。これはね、自分は子供の時に多分10歳以下の時から持ってるものです。ニュージャージー州の近所の人が電気工事をしていた人なので覚えてる。うちの家に手伝いに来てくれて、忘れて帰ってしまったんですよね。で、連絡したら、いや、いいよ、スティーブ、持っててって言ってくれたから、自分のものをその時から40年以上前から今でも現役。今の新しいもの、どんなにおすすめタイプのワイヤーストリッパーよりしっかりしているメイドインジャパンのこういうタイプがありました。ご存知な方が多いんだけど、アメリカの大手デパート、もうほぼなくなって、ほぼないと思うんだけど、シアーズというデパートがもう百数十年前からの歴史のあるデパートです。シアーズにあったツールは、今でも多分有名なのはクラフトマンというブランドが有名なブランドだったんですが、自分のツールボックスの中をよく調べたら、シアーズ、アメリカン大手デパートのブランドのシアーズのレンチは当時ジャパンって書いてありますよね。これはね、いいレンチですよ。ちなみにスティーブはアメ車はしかいじってなかったので USA のサイズ、インチサイズしかないものが多いんですよ。当時ミリとかを使うことはなかったのでインチのものしかないです。これは素晴らしいレンチ。このセットが昔から、これは70年代からあったものじゃないですか。で、よく見るとシアーズしか書いてないんですよね。もしかしたらこれ大昔だからこそクラフトマンというブランドができる前だったのかな。シアーズのメイドインジャパンのレンチセットは今でも40年以上後に
もうまだ現役です。ちなみに今となって使わなくなってしまったのは今全部ミリなので自分を持っている車は全て日本車なので使う機会が少ないんだけど、まだあるのはすごいと思います。同じシアーズといえばこれなんて言うんですか、オフセットのボックスレンチっていうんでしたっけ。こういうのは便利でしたよね。しっかりとガチリとこうできたものですよね。記憶にあるのは正直に若い時に日本製メイドインジャパンというものに対するイメージが決していいイメージではなかったんですよね。いいものを作ってない安っぽいもの、車もそうだったし、当時の日本から来たものは安臭いというイメージがあったんですよね。考えてなかったんだけど、その時にまだ日本で作られたものは全然よく見れば全然なんか新品と変わらない、全然削られたとか変になったとかって使われたように見えないものですよね。全然綺麗。使ったんですよ。最近は使わないんだけど昔はよく使ってた工具なので、特にねアメリカだったらね16分の9はよく使うサイズ、8分の5とかよく使うサイズ、いいレンチは当時作ってた。日本の次はどっか台湾に行ったのかな。大昔は USA が多くて、多分 USA から日本に外注することになって、クラフトマンのものは今ないんだけど、その次の時代のクラフトマンを見ると、メイドイン USA のものもあるんだけど、メイドイン台湾のものが多いんですよね。で、もちろんその次、20、30年後に、メイドインチャイナのものがやっぱり多いですよね。今でも。メイドインジャパンのツールはまだありますよね。日本に住んでた90年代に、おそらくこれどちらも日本製だと思います。YKS は日本のレンチなのでしょうか。そしてこの日産モーター。これおそらく日本で所有していた車のツールキットにあったものなのかなと思います。あまりミリに慣れてなかった俺が90年代がレンチなどについてちょっと勉強になった頃だったんですよね。小さな便利なレンチ。車にあると必ずなんか使う機会が出てくるので、2つおそらくメイドインジャパンのレンチです。5、6年前に新潟県燕三条に行きました。すごいいい経験だったんで、動画もありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。その時はね、最初行ったところは、今でも現役メイドインジャパンのツールメーカートップ工業さんのところに来ました。工場見学っていうか、工場をご案内、いただきました。その時はこのねトップ工業さんのハイパーモンキーゼロって言うんですか。これね素晴らしいレンチですよ。もちろんモンキーレンチ、言い方いろいろありますよね。クレセントレンチ、ちなみにこのクレセントは Made in USA。 これは昔から持ってるものです。まだ今でも現役なんだけど、これ聞いてください。普通のレンチがこういう音しますよね。初めて日本製のものを見たらガタが全くない。そしてそれよりもすごい細かいこの締まる部分が俺見たことなかったんだよ。そのメジャーがある何ミリなのかっていうの、これ便利ですよね。よく考えてるものだなと思いました。ここまで締まるものが、はい、これ締まってるように見えるんだけどガタがありますよね。これガタのない細かいものです。 A4 の紙があります。トップ工業さんのレンチとアメリカのモンキーレンチがあります。これはですね、ペーパーって閉まります。閉めます。アメリカのモンキーレンチはでも昔のもの、多分最近のものではできないと思いますよ。これは素晴らしいものです。今びっくりしないと思った。メイドイン USA もいいものを作ってたということですよね。次はもっと重い、かなり重い日本の紙が破れちゃうんだよね。ほら、これは結構すごいと思う。細かい、やっぱり今でもメイドインジャパンのものですごいもの。アメリカの友達に整備士やってる方にプレゼントとしてあげたらみんなびっくりしますよね。これは素晴らしいものです。持ったことない。こういうモンキーレンチは持ったことないということです。ちなみに最近のレンチ、別に高いものでもないし、どこで手に入ったのかわかんないんだけど、これ
ドラビルトというブランド、チャイナ製のものです。で、これ最近のものというか、そんなに昔から持ってないものなんだけど、あと重くないんですよね、これは。これを同じく入れて、で、閉めると、取れちゃいますよね。これ、アメリカ人としてもう誇りもある、これ、待って、すごいものだなと思いますよね。昔からよく動画のコメントにスティーブさん、日本に素晴らしいツールあるので、日本だったら一家に一台ネジザウルス。これ話題のレンチですよね。持ったことは一度もありません。ただメイドインジャパンのものだからこそ俺興味があります。この間ちょっとグロリアの作業で困ってるところがありました。小さい細いところだから何で抑えられるのかと思ってネジザウルスの出してアウルにこれ持たして押さえて、この先のところにあるグリップ力がすごいよね。もう回らないネジにこれはよう使えるということで、これからもっと使います。型もある。これとまた違うんだけど、今時のメイドインジャパンの、ものですよね。時代が変わるといろいろ変わりますが、またいつかメイドインジャパンとメイドイン USA のいいツールが、あるといいですね。これからもこのぐらいの昔のいいものの質に負けない。これ以上っていうのはできたらもっとすごいんだけど、50年近く持ってるっていうものなんでもそうなんだけど考えるとすごいことだなと思います。アメリカ大好きです。日本も大好きです。両国のこと大好きです。日本の良さ、アメリカの良さをお互いに全世界に発信するのは楽しいことですね。楽しいです。いつも笑顔とサムズアップでやっていきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてスティーブテキシテン、StevePOB.jp と Amazon Japan をチェックしてね。ではまた次回までサムズアップよろしくお願いします。